初回無料を試し価格。そんな甘い言葉に誘われて、つい申し込んでしまった経験はありませんか？しかし、その手軽さの裏には、巧妙に隠された高額な定期購入契約、通称サブスクリプションの罠が潜んでいることがあります。解約したいのに、できない。問い合わせても、返事がない。毎月、身に覚えのないお金だけが引き落とされていく。これは、そんな悪質なサブスク業者の罠に落ち、1年近くもがき苦しんだ一人の女性が、法律を武器に、失ったお金と尊厳を取り戻すまでの逆転の物語です。第1章、甘い罠への入り口。高田愛美、26歳、中小企業で事務職として働く彼女は、日々の残業と人間関係のストレスで、心身ともに疲れ果てていた。一番の悩みは、鏡を見るたびにため息が出る頑固な肌荒れだった。はあ、また新しいニキビできてる。ファンデーションでも隠しきれないよ。ある夜、ベッドの上でいつものようにスマホを眺めていると、一件の SNS 広告が目に飛び込んできた。それは、彼女が憧れている人気インフルエンサーの投稿だった。マジで人生変わる神美容液に出会っちゃった。PR とかじゃなくて、ガチレビュー。ひどかった肌荒れが、この美容液のトライアルセットを使ったら1週間でツルツルに。今ならこの投稿から飛ぶと初回無料で試せるらしい。急いで。その投稿には見違えるように綺麗になったインフルエンサーの笑顔の写真が添えられている。コメント欄には私も買いました。本当にすごい。といった絶賛の声が並んでいた。初回無料か。1回試すだけならいいかもしれない。普段なら怪しむところだが、憧れの人のガチレビューという言葉と、度重なるストレスで判断力が鈍っていた愛美は、吸い寄せられるように広告をタップした。表示されたキャンペーンサイトは、明るいデザインで、利用者の喜びの声が溢れ返っている。今すぐ無料で美肌を手に入れるという大きなボタンが、愛美を誘うように点滅していた。名前、住所、そしてクレジットカード情報。愛美は、ほとんど無意識に、よどみなくフォームを埋めていく。サイトの隅っこに小さな文字でびっしりと書かれた利用規約の存在にはもちろん気づくはずもなかった。お申し込みありがとうございます。画面に表示された完了メッセージを見て、愛美は少しだけ明るい未来を想像していた。まさかこの数分間の行動がこれから1年近く続く悪夢の始まりになるとも知らずに、第2章身に覚えのない請求書。数日後、きらびやかなパッケージに包まれたトライアルセットが届いた。高級感のある美容液を手に取り、愛美は期待に胸を膨らませる。今日から私も美肌に。しかし、期待していたほどの劇的な効果は残念ながら現れなかった。まあ、無料だし、こんなものか。愛美は少しがっかりしながらも、残った美容液を使い切り、そのキャンペーンのことはすっかりと忘れてしまっていた。悪夢は、その翌月にやってきた。給料日を迎え、少し浮かれた気分でクレジットカードの利用明細アプリを開いた愛美は、その見慣れない文字列に目を疑った。利用日10月25日、ご利用先カビューティーラボ、ご利用金額15,800円。15,000円？ビューティーラボって何？心臓がドクンと嫌な音を立てる。記憶の糸を手繰り寄せ、はっと思い出す。先月、美容液を申し込んだサイトの運営会社だ。なんで？無料じゃなかったの？何かの間違いだよね。震える指でブックマークに残っていたキャンペーンサイトにアクセスする。そしてサイトを隅々までスクロールし、ようやくその絶望的な一文を発見した。それは広告や喜びの声とは全く違う小さな文字で書かれていた。トライアルセット発送後10日以内に解約のご連絡がない場合、自動的にプレミアム定期プラン月額15,800税込みに移行し、商品を発送いたします。そんな血の気が引いていくのが分かった。自動で移行？引いてない。いや、書いてはある。でもこんなの気づくわけがない。これは罠だ。第3章出口のない解約迷宮。とにかくすぐに解約しなきゃ。被害は最小限に食い止めなければ。焦った愛美はサイト内を必死に探し回った。しかしどこを見ても解約の2文字が見当たらない。あるのはご購入はこちら、お得なセットプランといった追加購入を促すボタンばかりだ。落ち着いて。よくある質問とかに書いてあるはず。深呼吸して
Q&A のページを開く。そこには、旧定期プランの解約方法を教えてくださいという項目があった。希望の光が見えた気がした。しかし、その答えはまなみをさらに絶望させるものだった。ご解約は、マイページ内のご契約情報よりお手続きいただけます。指示通りにマイページにログインする。だが、そこにあるのは、購入履歴とお客様情報の変更という項目だけ。ご契約情報なんていうメニューは、どこにも存在しない。どういうこと？書いてあることと違うじゃない。まるで、出口のない迷路に迷い込んだようだ。サイト内を1時間以上もクリックし続け、ページのソースコードまで表示させて、まなみはついに、サイトの一番下、フッターと呼ばれる領域に、背景とほとんど同化するような、薄いグレーで書かれた定期便の停止は、こちらというリンクを発見した。こんなの、絶対わざとだ、悪質すぎる。怒りに震えながらリンクをクリックすると、ようやく解約の申請フォームが表示された。名前、電話番号、メールアドレス、そして解約理由。まなみは、これまでの怒りをぶつけるように、すべての項目を正確に、何度も確認しながら入力した。これで、やっとこの悪夢から解放される。そう信じて、最後の申請を送信するボタンを力強くクリックした。次の瞬間、画面に表示されたのは、無慈悲なエラーメッセージだった。サーバーが混み合っています。ご迷惑をおかけしますが、しばらくしてから再度お試しください。何度やっても、結果は同じだった。時間帯を変えても、ブラウザを変えても、スマホからではなく、パソコンから試しても、表示されるのは、冷たいエラーメッセージだけ。この時、まなみは悟った。この会社は、最初から顧客を解約させるつもりなどないのだ、と、第4昇進を削るテンプレート対応、解約フォームという名の壁に阻まれたまなみは、次の手段として、サイトに記載されていた、サポートセンターのメールアドレスに連絡することにした。件名緊急定期プランの解約について、本文お世話になります。高田まなみと申します。プレミアム定期プランの解約を希望しますが、サイトのフォームがエラーで機能しません。早急に解約手続きをお願いいたします。これで、人間が対応してくれるはずだ。そう信じて返信を待ったが、翌日に届いたメールは、彼女の期待を無残に打ち砕いた。高田まなみ様、この度は、ビューティーラボをご利用いただき、誠にありがとうございます。お問い合わせの件ですが、定期プランのご解約は、プライバシー保護の観点から、お客様ご自身でサイトの専用フォームよりお手続きいただく必要がございます。お手数ですが、下記 URL よりお手続きくださいませ。今後ともビューティーラボをよろしくお願いいたします。そのフォームが機能しないから連絡しているのに、まるで、こちらのメールなど読んでいないかのような、完璧なテンプレートの文章、怒りを通り越して、めまいがした。だから、そのフォームが使えないんですと返信しても、返ってくるのは、全く同じ文面のメールだけ。残された手段は、電話窓口だけだった。サイトの片隅に書かれた電話番号に、祈るような気持ちで電話をかける。ブルルルル。はい。こちらビューティーラボお客様センターです。つながった。そう思った瞬間、無機質な自動音声が流れ始めた。ただいま、お電話が大変混み合っております。誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しいただくか、メールでのお問い合わせをご利用ください。と無情に切れる通話。その後、朝に昼に夕方に、時間を変えて何十回とかけ続けたが、結果は同じだった。巨大で、冷たくて、表情のない壁に、たった一人で叫び続けているような、途方もない孤独感と無力感が、まなみの心を少しずつ蝕んでいった。第5章引き落とされ続けるお金と自信。時は、無情に過ぎていく。まなみの努力も虚しく、毎月25日になると、クレジットカード会社からご利用のお知らせメールが届き、通帳からは、きっちり15,800円が引き落とされていった。3ヶ月目には、被害額は約5万円に、半年が過ぎる頃には、10万円近くになっていた。私がバカだったんだ。最初の頃の怒りはいつしか自分自身を責める後悔へと変わっていた。どうしてあんな広告を信じたんだろう。どうして利用規約をちゃんと読まなかったんだろう。友人や家族に相談することもできなかった。そんなのに騙されるなんてと呆れられるのが怖かった。悪質業者の巧妙な手口は被害者の金銭だけでなく正常な判断力や自信、そして他者とのつながりまで奪っていく。
まなみは誰にも言えない秘密の借金を抱えたような気持ちで、ただただ引き落とされるお金を眺めることしかできなかった。業者の狙い通り、彼女は完全に泣き寝入りの状態に陥っていたのだ。第6章、感激ののろし。被害が始まってからもうすぐ1年。引き落とされた総額は19万円近くにまで膨れ上がっていた。もう諦めるしかないのかもしれない。そう思い始めていたある日のこと、まなみは藁にもすがる思いでビューティーラボ解約できないとネットで検索していた。すると一つの匿名掲示板のスレッドがヒットした。タイトルは地獄ビューティーラボ解約できない人たちの会。スレッドを開くとそこにはまなみと同じ、あるいはそれ以上に魂の叫びともいえる書き込みが溢れていた。電話100回かけてもつながらない。なんなんだこの会社。エラー画面のスクショ撮った。絶対許さない。消費者センターに相談しようと思う。私だけじゃなかったんだ。自分一人ではなかったという事実に少しだけ涙がこぼれた。そしてスクロールしていく中である書き込みがまなみの目を釘付けにした。報告です。消費者ホットライン188に電話して、そこから消費生活センターにつないでもらって相談したら解決の糸口が見えました。担当者の人が言うには、この会社のやり方は特定商取引法に触れる可能性があるらしい。諦めかけてたけど戦ってみる。消費者ホットライン188。いやや特定商取引法、聞いたこともない言葉だった。でもそれは暗闇の中で見つけた細く、しかし確かな一筋の光のように思えた。戦う？諦めかけていた心に小さな火が灯る。失ったのはお金だけじゃない。この1年間悩み苦しみ、自分を責め続けた時間、そして踏みにじられた尊厳、それらを取り返す。もう泣き寝入りはしない。その日、高田まなみの反撃が静かに始まった。第7章、武器を磨け。証拠収集と知識武装。翌日からまなみは別人になったかのように行動を開始した。感情的に怒りをぶつけるのではなく、冷静に淡々と相手を追い詰めるための武器を集め始めたのだ。まずパソコンに向かい、これまでのすべての記録を時系列で整理した。一つ、あのインフルエンサーの投稿。初回無料とガチレビューを強調した広告のスクリーンショット。一つ、キャンペーンサイトの全体像。利用規約の文字がいかに小さく分かりにくい場所に書かれていたかのスクリーンショット。一つ、解約フォームにたどり着くまでの異常に複雑な手順をすべて記録した画面録画。一つ、解約申請ボタンを押した後に繰り返し表示されたエラーメッセージのスクリーンショット。日付と時刻がわかるように何枚も。一つ、サポートセンターと交わした心が削られるようなテンプレート返信メールのすべて。一つ、電話をかけた日時とつながらなかった事実を記録した通話履歴。集めた証拠は一つのフォルダにまとめられた。それはもはや単なる記録ではない。悪質業者を断罪するための動かぬ証拠の山だった。次にまなみは特定商取引法について夢中で調べた。難しい法律用語と格闘しながら食い入るように条文を読み解いていく。通信販売における広告の表示義務事業者の氏名、住所、電話番号の表示。うちのケースはちゃんと書いてはあるな。だがさらに読み進めると自分の状況に合致する項目を見つけた。あった。古代広告等の禁止。著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく有料であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。あの広告はこれに当たるかもしれない。さらに消費者契約法という法律にも行き着いた。事業者が消費者との間で契約を結ぶ際に不適切な勧誘を行った場合は契約を取り消すことができる。不実告知断定的判断の提供。これかもしれない。法律は知っているものの味方になる。知識という武器を身につけたまなみの目にはもう以前のような怯えの色はなかった。あるのは理不尽な相手に立ち向かう静かで強い決意だけだった。第8章、頼れる味方。現る。すべての準備を終えたまなみはスマートフォンの画面に188と表示させ、大きく深呼吸した。まだ少し。心臓がドキドキする。でももう迷わない。発信ボタンを押し、コール音の後につながった先にこれまでの経緯を集めた証拠をもとに冷静に説明した。数分後、
地域の消費生活センターの相談員に電話がつながった。ベテランと思われる落ち着いた声の女性だった。なるほど、大変でしたね。お話はよくわかりました。それで高田さんはこれまでの証拠をすべて記録してあると。はい。スクリーンショットもメールも全部あります。素晴らしいですね。完璧です。そこまで証拠を揃えて相談に来てくださる方はなかなかいらっしゃいませんよ。本当によく頑張られました。その優しい言葉に張り詰めていた糸が切れ、まなみの目から涙があふれた。あなたが悪いと誰もが言うだろうと思っていた。しかしこの人は私の努力を認めてくれた。相談員はまなみが落ち着くのを待ってから力強い口調で言った。高田さん、あなたは何も悪くありません。この業者のやり方は非常に悪質です。おっしゃる通り、特定商取引法の誇大広告や消費者契約法の不実告知、さらには意図的に解約を妨害しているとして、顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為にあたる可能性が非常に高い事案です。そして具体的な反撃の方法を授けてくれた。次のステップとして内容証明郵便を業者に送りましょう。これはいつ、誰がどんな内容の文章を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。法的措置も辞さないというあなたの強い意志を相手に示す最後通帳になります。内容証明郵便。その言葉の響きはまなみにとって最強の武器を手に入れたような心強さを感じさせた。第9章逆転の最後通帳。ただの郵便ではまた無視されるかもしれない。まなみは万全を期すため消費生活センターから紹介された行政書士に相談し、法的に一切の抜け道がない完璧な内容証明郵便の作成を依頼した。数日後、完成した文書が配達証明付きで株式会社ビューティーラボ代表取締役宛てに送りつけられた。その文面はこれまでのまなみの弱々しいメールとは全く違う断固たる意志に満ちていた。通知書。記者と当方の間で締結された化粧品定期購入契約に関し、以下の通り通知いたします。記者の広告における初回無料との表示は、実際には高額な定期購入契約への自動移行が前提であり、その条件の表示も極めて分かりにくく、特定商取引法第11条、誇大広告等の禁止、及び消費者契約法第4条、不実告知に違反する疑いが極めて濃厚です。また、記者ウェブサイトの解約フォームは恒常的に機能不全に陥っており、電話及びメールによる解約の申し出にも応じないなど、意図的に契約解除を妨害する行為は悪質と言わざるを得ません。よって、消費者契約法に基づき、本契約の無効を主張し、本日までに記者によって引き落とされた合計18万9600円の即時全額返金を要求します。本書面の到着後、7日以内に指定口座への返金が確認できない場合、所轄の消費生活センター及び警察への相談の上、少額訴訟制度を利用し、断固たる法的措置に移行することをここに通告いたします。その最後通帳が業者に届いてからわずか2日後のこと。今まで何度送ってもテンプレートしか返してこなかった業者のメールアドレスから初めて人間が書いたと思われるメールが届いた。高田まなみ様、いつもお世話になっております。お問い合わせの件、担当部署にて至急調査させていただきますので、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。態度が全然違う。明らかに焦っている。そしてその3日後、業者は最後の抵抗を試みてきた。調査の結果、お客様は利用規約にご同意の上でお申し込みいただいておりますので、誠に遺憾ながら返金のご要望には応じかねます。しかし、この抵抗は無意味だった。なぜなら、時を同じくして、まなみから正式な相談を受けた消費生活センターが、事業者であるビューティーラボに対し、行政指導の連絡を入れていたからだ。公的機関からの追撃。これが、決定打となった。業者の抵抗のメールから、わずか半日後、まなみのもとに、息を切らしたかのような新たなメールが届いた。度重なるご連絡失礼いたします。先ほどの件、再度社内で協議いたしました結果、弊社のサイト表示に一部お客様に誤解を招く不備がございましたことをお詫び申し上げます。つきましては、これまでお支払いいただいた商品代金、
18万9600円を全額ご返金させていただきたく存じます。事実上の全面降伏だった第10章勝利の振込通知と未来への一歩。数日後、まなみはスマートフォンの銀行アプリを開き、自分の口座の入出金明細を息を飲んで見守った。そこには確かにこう記されていた。振込18万9600円。振込名義カビューティーラボ。1年近く彼女を苦しめ続けた悪夢が終わった瞬間だった。失ったお金が丸ごと返ってきた。でもそれ以上に嬉しかったのは、理不尽な相手に自分の力で立ち向かい正義を勝ち取ったという確かな事実だった。もう理不尽なことには絶対に泣き寝入りしない。取り戻したのはお金だけではない。失いかけていた自分への自信と尊厳だった。その夜、まなみは自分の SNS アカウントにこの1年間の出来事を詳細に書き込んだ。もちろん個人名や企業名は伏せて。初回無料のサブスクで解約できずに困っている人がいたら絶対に諦めないでください。証拠を集めて消費者ホットライン188に電話してください。法律はあなたの味方になってくれます。悪質サブスクに気をつけて。その投稿にはすぐにいいねがつき始め、私も同じ被害に勇気をもらいましたというコメントが次々と寄せられた。自分の辛い経験が今まさに同じ苦しみの中にいる誰かの小さな光になっている。そう思うとまなみの心は不思議と温かい気持ちで満たされていた。鏡に映る自分の顔はまだ少し肌荒れが残っている。でもその表情はこの1年で最も晴れやかで力強いものに見えた。法律 Tips コーナー。今回のケースいかがでしたか？まなみさんのように解約できないサブスクリプションのトラブルに巻き込まれてしまった時、私たちの味方になってくれる法律や制度があります。1、特定商取引法。通信販売など特定の取引について事業者が守るべきルールを定めた法律です。今回のケースのように事業者が事実と違うことや実際よりも著しく有利だと誤解させるような広告、誇大広告を出すことは禁止されています。また事業者の名前や住所、電話番号などを分かりやすく表示することも義務付けられています。2、消費者契約法。事業者が不適切な勧誘をしたせいで消費者が誤解して契約してしまった場合にその契約を取り消すことができる法律です。例えば絶対に儲かるといった不確実なことを断定的に告げること、断定的判断の提供や事実と違うことを告げること、不実告知があった場合契約の取り消しを主張できる可能性があります。3、困った時の相談窓口。もしあなたが契約トラブルに巻き込まれてしまったら一人で悩まずに専門の窓口に相談してください。消費者ホットライン188ややに電話すれば最寄りの消費生活センターなど専門の相談窓口を案内してくれます。相談は無料です。泣き寝入りする前にまずは相談する勇気を持つことが解決への第一歩です。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。